どうもお前今行くあれだよ、本田ドリーム川越なんて俺のレブルの動画でレブル何台歌ってたっけな、マサチャンネルさんのレブルのがっつって売れてるぜ。俺でかなりクロスカブも俺でかなり売れてるぜ。提供した方がいいよメーカー、特にホンダ提供した方がいいって。俺の方が絶対売れるから、映える女の子より。だって乗るのおじさんなんだから、俺の方がいいでしょということでね、これの動画見たメーカーの上層部のね、候補の方とかね、マサチャンネルに新型が出たらすぐね、提供してください。そしたらですね、売れるようにね、僕動画作りますから、任してください。マサチャンネルはこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしております。レンタルバイクお金かかるんだわ。だいたい1回2万ぐらい、2万以上かかるんですよ。自腹なのよ。マジ破産しそうなんで。ですね、チャンネル登録にですね、ご協力をお願いいただけたらなと思いますので、深くよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、ETC がついていないのに、ついてるところから出てしまいました。そして風が強いです。というわけでね、ネガな部分、そのね、風が強いというのもね、関係してるんですけれども、はい、失礼します。まあね、昨日800キロで500マイル達成して、今日そこから帰ってきて、まあ、500キロ、523キロか、今のところね。あと6キロだからね、540キロぐらいか、走ってるわけですよ。で、アドベンチャーバイクって旅バイクだから、長い距離乗れるってすごく重要じゃないですか。っていうことで言うと、僕乗れてるんで、2日間で1300キロね、乗れてるから、そういった点に関しては、もう、怪物ですよ。もうなんもない。もう怪物。わずか 160cc ですよ、皆さん。これで、高速道路100キロ前後で淡々と走って、普通に2日間で1300キロ走れて、で、お尻もまあ大して痛くない。体もどこにも、まあ、こんだけね、長い時間乗ってりゃ、肩とか首とか凝りますけど、乗れちゃうってすごくないですか。燃費もね、最初ね、塗り方わかんなくて、ガンガン開けちゃって乗ってたらやっぱりリッター30ぐらいになっちゃうね。だけど、ちょっとね、コツがなんとなく分かって、これね、8000回転だね。100キロ8000回転ぐらいまでを守ってると、30キロ台後半から下手したら40キロぐらい行くと思うんですよね。一般道だったらもう本当にね、40キロ後半ぐらい行くと思うんですよ。そのくらいとんでもないバイクなわけだ。これね。で、ネガな部分。さっきね、風って言ったでしょ。やっぱりね、わずかね、130キロぐらいのバイク、130キロちょいのバイクで、背が高くて、でフルカウルでしょ。まあ、ここがないにしても、これはね、風を浴びますわ。横風に非常に弱いですね。もちろんね、普通のバイクでも強い弱いっていうのは、まああるんでしょうけど、僕の VFR800X みたいに、でかくても、フルカウルでも、やっぱあんだけ重たければね、割と風に強いっちゃ強い。やっぱ風に強いかどうかっていうのは、どうかな、やっぱり、重量に依存してるような気がしますけどね。ZX250R みたいな、ちょっとこう、空力のいい、背の低いバイクの方がもちろん強いとは思いますけどね。それでもやっぱり重量に依存してるんじゃないかなと僕は思うので、軽いバイクはどうしても不利ですよね。という意味では、今日みたいに風の強い高速道路は非常に怖かったですね。まあ怖いって言ったって、別にさ、これ今真ん中走ってるじゃん、これ。真ん中走ってて風に例えばふって煽られてこう、ふってこう、例えばなったとしてもだよ。大体この中で収まるっしょ。平気じゃねえ別に。そうさ、なんかさ、
端っこの方行ってさ、例えばさ、こっちに行ってさ、こっちから吹かれてこうなったら怖いけど、真ん中走りなよ。真ん中をさ、もう、そういう風にしていただいてもよろしいですか。もう真ん中行こう。そしてね、やっぱり、9500回転からレッドゾーンのバイクでね、最高速ってね、118キロです。厳密に言うとね、118キロです。この個体はです。もしかしたら個体差あるかもしれないですけど、118キロでリミッターが入ってしまいますね。それはスピードリミッターじゃなくて、回転リミッターです。1万回転で多分回転リミッターが入るんじゃないかなと僕は思うんですね。で、9500からレッドゾーンっていう風になってると思うんですよ。で、ちょっとね、動画では撮んなかったですけど、結構長い下り坂があって、そこでこうパーンってスピード出した時に、結構な勢いで118キロで回転がブンと止まりました。平坦なとこだと、その辺までのスピードがギリギリだからじわじわ伸びていくから、それが回転リミッターに当たってんのかどうなのかちょっとよく分かんなかったんだけど、当たってるなっていう感じはしたんだけどね。で、下りでやったら完全に118でピッてこう止まったんで、で、そのまま惰性で120まで出るみたいな感じだったんですね、下りだと。なので、回転リミッターがその回で当たるんですけど、要するに100キロで走ってる時に8000回転なわけですよ。そうするとまあ1万回転としたってもう 80% ぐらい以上か使ってるわけでしょ。回転数の。パワーの 80% じゃないですかね。回転数の 80% 使ってるわけじゃないですか。そうするとね、これはね、かなり使ってる上の方の回転数を使ってるってことだから、高速道路を走ってた時にですね、例えば下りになるとバーンってスピードが出てしまって、上りになるとまた一気にスピードが落ちてしまって、っていうね、そういうのを繰り返すんですよ。ですから、例えば100キロで走りたくても、結構メーターとアクセルワークに気を使う。もうちょくちょくこうね、ちょくちょくこうメーター見てないと、スピード上がったり降りたりとかするからね。だからその辺が、まあどう思うかですね。僕は全然気にならなかったですけど、もう少し大きいアドベンチャーバイクだと、まあある程度ひねっとけば、まあ大体そのくらいのスピードで走ってるし、今、ほとんどのアドベンチャーバイクの、まあ、上級モデルというかね、大型バイクに関しては、クルコンついてるじゃないですか。だからピッと設定してしまったらもうそれで終わりじゃないですか。だからそれに比べたら、同じスピード、特に高速領域での同じスピードを維持するというのは、結構大変かもしれないです。そして、次ね、こうノーマルに限ってることなんですけれども、やっぱ高速巡航を考えたら、これね、スクリーンは、もうちょっと大きいの欲しいな。動画内でももしかしたら言ったと思うんですけど、この高さでね、僕の身長164センチで、風の当たってくる場所は、ちょうどね、顎ぐらいです。20センチぐらい高かったらおでこぐらいになるじゃないですか。で、僕のこれが20センチなんですけど、20センチでいうとここだから、まだそんな視界のね、すごい邪魔なところに来ちゃうっていうわけじゃないと思うんですね。まあ、せめて15ぐらいは高くて横幅もちょっとあるようなものを、トレーサー 9GT とかの、こういう逆三角形のあれ、よく考えられてるなと思うんだよね。肩に当たらないようにできてるじゃない？なんかそういうシールドがあれば、僕は長距離旅バイクとして考えてるなら、性能的にはもう全然いけるから、そのウィンドスクリーンはもう少し長くて大きいのが欲しいと皆さん思うと思うし、それがあったら相当楽だと思います。っていうのはね、もちろん顔にもそうなんですけど、こう横広ければね、肩に当たる量も少なくなると思うんですね。でプラスね、ナックルガード、ナックルカバー、これがあったらさらにいいですよ。これがあったら腕とかも多少避けてくれるんで、ロングスクリーン&ナックルガード、ナックルカバ
これは多分ね、ロングツーリングな必須ではないですかね、と思いますよ。なので、ノーマルに限った話で言うと、もうちょっとウィンドプロテクションが欲しいなっていう感じですね。それでね、一番最後ね、これが、動画内でもかなり言ってると思うんですが、やっぱり一番ネガな部分は、足回りでしょうね。足回りはね、やっぱ跳ねますね、かなりポンポン。初期の入力も結構きついし、今のね、軽くマンホールを越えた時もガーッってくるし、高速道路の橋の継ぎ目のダダーンっていうのももちろん来るんですけど、ちょっとこううねうねあるじゃないですか。あれとかもね、結構もらいますよ。なので、高速道路の段ぐらいだったら自分がびっくりするぐらいだったら別に平気ですけど、例えば峠走ってる時にね、こうバンクガーってしてる時に、ちょっと路面がちょっとうねうねしてると、なんか怖いんだよね。でさ、初期が割とこう、ね、マンホールを越えたりとか段差を越えたりとかした時にガタガタってこう入力がトーンってくる割には、コーナーでうねうねしてるとすごいこう、底付きってわけじゃないですけど、結構こうとこうね、なんか粘って、うまく言えば粘ってるんでしょうけど、なんかすごいね、なんか底付きっていうわけじゃないですけどね、なんかすごいストロークしてるような気がするんですよ。粘ってるというのも言えるし、だからストロークは割とちゃんとあると思うんだけれど、初期入力がドーンってくるっていうのはね、僕はこれあんまり良くないと思うんですよね。で、150の時もね、そうやって言われてて、で、160になって改善してくるかなと思ったんだけどね、多分そんな改善されてないかな、これ。ちょっとは改善されてるのかもしれないですけどね。だからもしかしたら他メーカーで、アフターで出してるものですごいそういうのがなくなるようなものがあれば、リアサスは変えた方がいいでしょうね。アドベンチャーで旅バイクとして考えてる方は絶対にキャリアとかつけると思うし、キャリアがついててボックスが乗っかってればほぼほぼこと足りるかな。これ難しいのはサイドパニアとかつけてしまうとメットインスペースを開けるのにまたすげえ手間でしょ。そこが難しいよね。メットインスペースも素晴らしいスペースがあるんで、でもね、ネットは入んない、残念ながら。僕の S サイズのアストロ GX でも入らないです。なので残念ながらメットインスペースはとは言うけど、メットが入るとは僕は思えないので、メットは諦めるとして、荷物入れとして割り切れば、素晴らしい広大なスペースがメットの下に、メットじゃない、シートの下にあります。プラス、リアボックスがあったら、ほぼほぼ問題なく、よいしょ、ほぼほぼ問題なくいろんなところに行けると思うんですね。もうその分の必要な荷物はほとんど積めるんじゃないかなと思います。他はね、ほとんどネガな部分は感じないな。USB のハブもね、純正でついてるのがね、このね、ボックスの中なんですよ。で、ボックスからこうやってちょっと、みんなそうやってやってると思うんですけど、要はコードを半分かまして出しちゃってるのね。こんな感じにね。この中にあるわけですよ。だからこうやってこう挟んで出してくるしかないんだけど、自分のバイクだったらそこにね、ちょっとこう穴っていうか、ちょっとね、そこにこう通るようなスペースをさ、自分で作ることは多分できると思うから、携帯の充電だったらね、それ1個で十分なわけだし、もう1個欲しければやっぱり納車時につけてもらうのが一番いいでしょうね。ヘッドライトもね、ちゃんと明るいしね。あとはポジションですかね。これはネガじゃないですけどね、僕の身長164センチぐらいの小柄な人からしたら、これね、最高のポジションだと思います。僕より背の小さい方とかも多分最高のポジションだと思います。ちょっと足つきが悪くなる可能性がありますけど、前に座ればいいだけの話だからね、止まるときにね、全く問題ないと思うんですけど、もしかしたらね、175ぐらいある人はちょっと窮屈だなーって、ハンドルすげえ近えなとかいう感じをするかもしれませんね。さあ、最後の9です。ほぼほぼ高速 100% の
燃費はいかほどでしょうか。そんなにね回してないですからね。さあやっていきます。よし。では最後の燃費計算をしていきます。前回高速道路は38キロでした。今回は272.3 キロ走行して給料が 6.31。 ちなみにね 6.31 で2メモリ残ってますね。8リッタータンクで 43.153。 めちゃくちゃいいね。やっぱりね今回ね100キロもちろん全然100キロ以上も出してますけど、フル加速もしてますけど、だいたい95から100ぐらい、100あんまいかないぐらいの感じで走ったんですよ。だからこのねやっぱね8000回転ですね。8000回転に山があると思います。8000回転ぐらいまででいけば多分このくらいの燃費出ます。8000回転以上こうガンガン回して、要はね105から110ぐらいまでを使ってると多分30キロ台になると思います。ここすごく違うと思いますね。もちろんねその高速道路が上りが多いとか下りが多いとかもあるとは思うんですけどね。はい、というわけでね返却していきたいと思います。これで ADV160 のインプレ動画はですね、足つき取り回しポジションチェック、それからワインディング、高速道路、そしてねこの高速道路プラス総評みたいなそういう感じの動画になります。概要欄に貼り付けてありますのでご覧になっていただきますと、ADV160 に関しては全部わかるんじゃないかなと思います。そしてここからが大事。マサチャンネルはこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画をアップしております。この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になってチャンネル登録にご協力をお願いいたします。私もですね可愛い映える女の子の動画が好きです。それは皆様のも同じだと思うんですが、おじさんも頑張ってますのでですねちょっと本当にねご協力をお願いしたいんですよね。本当お願いします。今回ね今年20台ぐらいレンタル借りてるんですよ。全部自腹なんで映える女の子みたいにねメーカーから提供されてないんでメーカー提供してくれよ、頼むよ、こんだけよ。俺の動画で結構買ってるぜ、おい。どうもお前今行くあれだよ、ホンダドリーム川越なんて俺のレブルの動画でレブル何台歌ってたっけな、マサチャンネルさんのレブルのがっつって売れてるぜ。俺でかなりクロスカブも俺でかなり売れてるぜ。提供した方がいいよメーカー、特にホンダ提供した方がいいって。俺の方が絶対売れるから、映える女の子より。だって乗るのおじさんなんだから俺の方がいいでしょということでね、もしねこれの動画を見たメーカーの上層部のね候補の方とかね、マサチャンネルに新型が出たらすぐね提供してください。そしたらですねもう売れるようにね僕動画作りますから任してくださいまあということでねレンタル1回ね2万かかるんですよ。で20台今年借りてるからね、どんだけレンタルで使ってんのよ俺みたいな感じでしょ。もう YouTube の収益なんかも全部そこだからね、悪いけどなのでねすいませんがチャンネル登録本当にすいません、この通りです。お願いします、お願いします。というわけでまたチャンネルこれにて失礼いたします。そしてこの川を渡るとホンダドリーム川越なんだな。帰ってきたよ、ただいま走ったね向かってます。和歌山まで行ってるっていう。行きましたね。